にちは、ゆうかです。今日は静岡県の西伊豆町にやってきました。この間、駿河湾フェリーに乗船した時に面白いものを見つけてしまったので、また伊豆にやってきちゃいました。今日私が見つけたのは本物の路線バスに泊まれる宿です。個室夜行バスとかは乗ったことあるんですけど、さすがにバスホテルは初めてなのでとっても楽しみです。どういう感じなんだろう。リクライニング倒して寝るとかかな、それとも運転席で寝るとか、ちょっとどんな感じか全く想像できないんですけど、今日はバスのホテルに泊まってじっくりレポートしていきたいと思います。それじゃあ行ってきます。でも街とか走ってる路線バスってリクライニング倒せたっけ？今日は楽しみにしてたのであえて調べてこなかったんですけど、初対面楽しみたいと思います。あった。絶対これじゃない？着きました。バスホテルのバス停です。ここは宇久須駅というもともと使われていたバス停で、そこをリノベーションして泊まれるようにした施設だそうです。じゃーん。ここのバスの裏側にこの入り口があって、ここから入って入室できるみたいです。おー、すごい。本物のバスだ。ここはちょっと後でじっくり紹介するとして、一旦先にホテルのチェックインをしたいと思います。じゃーん。おー、すごい。ここは実はリノベーション前はバスの待合所だったらしいです。ここのタブレットからチェックインができるっぽいですね。ちょっとやってみます。なんか10秒動画撮るんだって。ちょっとどうしよう。お、チェックインできました。なんだこれは。見て、本物のバスの座席じゃない？すごい。初めてちゃんと触ったかも。そしてこっちには歴代の東海バスのトミカが並べてあります。なんかどんどん大きくなってきてるね。次はもっと大きくなるのかな。このベンチも多分待合所で使われていたものだよね。昔からあるバス停って聞いていたので、もっと古いのかなって思ったんですけど、ちゃんと全部リノベーションされていてとっても新しいです。うぐいす駅の建物は2023年の11月に東海バスが引退してバス停にリノベーションしたらしいです。そしてこっち側はキッチンになっているんですけど、もともとはバスの案内所があったらしいです。新築みたいに綺麗ですね。ここの水回りもすごく広々としていて料理がしやすそう。案内所で働いてた人も何年後かにここがキッチンになるなんて思ってなかったんだろうな。こっち側にも扉がある。こっち側は何なんだろう。ちょっと開けてみよう。じゃーん。なんだ？たくさんドアがありますね。入ってみよう。すごい。寝室だ。バスの中じゃなくてこっちでも寝れるんですね。大きなベッドが2つと、あとテレビまでついています。すごい。もともとはバスの運転手さんたちがここで寝泊まりしてたのかな。どういう使い方してたんだろう。気になる。こっちの扉は何なんだろう。お手洗いですね。お手洗いもめちゃくちゃ綺麗です。てっきりバスの中にトイレがあると思ってたから安心しました。それじゃあお待ちかねのバスの車内に行ってみたいと思います。じゃーん、鍵をゲットしてきました。ここから早速入っていきたいと思います。
じゃーん。おー、すごい。バスなのにバスじゃないみたい。座席が全部取り外されて寝れる仕様になっています。わあ、広い。こんないっぱいベッドあるなんて思わなかった。ふかふかそう。そしてこっち側が運転席です。すごい。私これ免許持ってないけど座っていいのかな。後ろ側はめっちゃホテルだったのに、この辺は完全にバスですね。運賃後払い制です。お待ちしてます。それじゃあ無免許ですけど失礼します。おお、すごい。でっか。待って、こんな大きいハンドル回してるの？すごい。ちょっと今日は運転手なので、そこんとこよろしくお願いします。すごい。これ鍵持ってるけどさ、エンジンついちゃったりするのかな？いろんなボタンがついてるんですけど、何が何だかわかんない。マイク音量、車外灯、方向幕灯。面白い。あ、帽子ある。ちょっとこれかぶってみよう。私がバスの運転手になったらこんな感じ。ご乗車ありがとうございます。このバスは天国行きです。途中お降りになれる方は降車ボタンでお知らせください。また本日は雨が降っていて、傘のお忘れ物が大変多くなっております。お忘れ物にはご注意ください。また運賃は後払い制になっております。お一人815万円です。払えない方はバスから降りられないのでご注意ください。こんな感じです。乗りたい方はぜひ高評価とコメントをお願いします。運転手から見た視点はこんな感じです。何もかもが大きいですね。面白い。実は私こう見えてマニュアル免許持ってるので、シフトレバーは割と分かっちゃうんですよね。運転できる気がしてきたな。ここにはたくさんボタンがあるんですけど、ちょっと多すぎて、これ運転手さん全部覚えてるんですか？すごくない？見て、こんなとこに鍵がついてる。これ回したらエンジンかかっちゃうのかな？ガチガチに南京錠でつながられてるけど、かけてみようか。あ、かからないですね。見てください。じゃん。運転席取扱説明書がありました。ここにいろいろ書いてあるんですけど、準備、コンバーターの電源を入れる、メインスイッチを入れる、車内照明を点灯する、液晶スイッチを入れる、車内放送装置の電源を入れる。ふむふむ。なるほどね。コンバーターってなんだ？ちょっと頑張ってやってみます。コンバーターが2台あるんですけど、1台目めっちゃ探して見つけました。ここの椅子の下にありました。このスイッチをオンにします。動いた。これで電源がつきました。あともう1個あるのでもう1個探してきます。あった。2台目これか。さっきつけたやつの上にありました。これでいいのかな？コンバーターの電源を入れたら、次はメインスイッチを入れます。メインスイッチはこれですね。運転席についているこのボタンを左に回して引っ張るだそうです。やってみましょう。このボタンを左に回して引っ張る。できた。で、そしたら次にここにたくさんボタンがあるんですけど、この1から4番目を上げるそうです。1、2、3、4。そしたら次にここのボタンをオンにします。そうするとしばらくするとモニターがつくそうです。モニターがつきました。ここには止まるバス停が書いてありますね。
そしてここのボタンを押すと、お待たせいたしました。このバスは30系統本田市の総温泉経由松崎行きです。ご利用いただきましてありがとうございます。こんな感じで車内放送が流れます。あ、こんにちは。急にごめんなさい。ありがとうございます。ここをね、利用するとすごく私嬉しくって。よかった。今日たまたま撮ったら、そうなんですか。あれなってたもんね。よかったなと思って。ありがとうございます。カメラ？そう、カメラ撮ってました。動画を。これメスレってね、こうプラムの種類ですけど、プラム。色の濃いのが熟していて、甘いですけども。ありがとうございます。アレルギー大丈夫？ないです。今から食べてみます。ありがとうございます。冷やすとね、また美味しいと思う。本当ですか。ありがとうございます。いや、すごいですね。もともと使われていたバスってだけあって、本物のバスでやばすぎる。ここに座ってみるとめっちゃバス感があるのに、こっちに座ってみるとホテル感があって頭がバーストしそうになります。見て、ここに降車ボタンがあります。子供の頃はこれ押していいよって言うまで押しちゃダメだよってお母さんに言われてたけど、今は自由に押せます。あれ、1回しか押せないんだ。ピンポンピンポンピンポンって聞きたかったのに。これからバスの点検をしてまいります。おはようございます。やばい、めっちゃ寝てました。なんか怖い夢を見て、最終バスに乗ってて寝過ごして遠くまで行っちゃった夢見たんですけど、バスホテルでしたね。さっきいろいろ買い出し行って夜ご飯を買ってきたので、ご飯を作りたいと思います。じゃん、焼肉にしたいと思います。うまそう。これも買ったの。伊豆で採れた椎茸。ここのキッチンの下の棚には包丁とかまな板とか何でも揃ってます。ここありとあらゆるキッチン用品が揃っていて、めっちゃ充実してるんですよね。私の家よりもたくさんあるかも。それではゆうかずキッチン始めたいと思います。なんか料理するの久しぶりだな。メンバーシップではたまに料理動画とか出したりするんですけど、普段全然料理しなくて、動画でこうやって包丁さばき見られるの恥ずかしいな。前に動画でゆうかちゃん全然料理しないから毎日好きやでしょって言われて、全然そんなことないからね。椎茸ぐらいは切れますよ。そんなこと言われて悔しいだけ。よし、できた。そう、ここのバス停実はじゃん、私に焼肉をやってほしいかのようにバーベキューグリルが用意されてあります。だから今日は焼肉だ。これを開けて、おー、いい感じ。じゃあまず牛脂を塗り広げます。おー、もうすでに美味しそう。おー、いい音する。ここは結構伊豆の西の方にあるんですけど、近くにセブンイレブンがあったり、あとウェルシアもあったりして、結構ね、いろんなものが揃うんですよね。
ちょっと行ったところに道の駅もあって、そこの道の駅でこの食材たちを調達してきたんですよ。待って、熱い。ガード。でも私あんまりバスに馴染みがなくて、住んでるところは天浜線っていう電車が通ってたので、バスはね地元ではあんまり使わなくて、上京した時に初めて住んだ家の最寄りがバスだったんですよ。だから上京して結構バスを使うようになって、東京行ってからですね使うようになったのは。ちっちゃい頃はねあんまり使ってこなかったんですよね。私がこんなに愛情込めて真剣に料理してるのレアじゃないですか。なかなかないですよ、こんなちゃんと料理してるの。ゆうかずキッチン完成。美味しそう。それじゃあいただきます。じゃあまずは焼肉のタレを、あれ、なんかレモンサワーに変わってる。じゃあ仕方ないですね。乾杯。美味しい。いただきます。うまっ。最高ですね、これは。うますぎる。西伊豆で食べる焼肉伊豆美味しい。胡椒も買ってみました。かけてみよう。絶対美味しいよねこれ。さっきここに貼ってある路線図を見て思ったんですけど、メラっていうところが結構近くにあって、私中学校の時に自然教室みたいな感じで学年全員でメラに行ったんですよ。そのメラに行っていかだに乗ったりとか、あとその古民家に泊まるとかやったんですけど、私結構そういうの張り切っちゃうタイプで、心ではめっちゃ気合い入れようって思うんですけど、いかだ乗る時とかも一番漕いでやろうとか思ってたんですけど、心ではそう思ってたけど、実際はね私やっぱコミュ障なので何もできないタイプで、結構ね足を引っ張ってた気がするんだよね。ここのホテルはバステイっていう名前なんですけど、バスとステイを合わせてバステイっていうらしいんですよ。皆さん気づいてましたか？うぐすへやってくる前は主に沼津三島地区を走ってたらしくて、24年間路線バスとして活躍したこのバスはジャーニーって呼ばれてたそうです。そうなんだ。かつて待合室だった空間はダイニングとしてお使いいただけます。待合室でこんな焼肉してるのすごいよね不思議な感じ。そう、ここのホテルは事前に予約していたらお食事を出してもらえるプランもあるんですよ。近くの四季の里巻場っていうところで海鮮セットだったりとか焼肉セットとか、すごく豪華なお食事セットもあったんですけど、結構値段が高いので私は今回持参してみました。でもここ結構値段が高くて、1人で泊まる場合だと24,000円したんですよ。私いろんなバスに乗ってるバスっ子なんですけど、やっぱり個室夜行バスも乗ったことあるし、バスのホテルにも泊まったことあるって言いたいじゃないですか。言いたいがために来ちゃいました。じゃーん。さっきおばあちゃんからもらったすもも食べたいと思います。デザートにぴったりで嬉しい。
甘酸っぱくて美味しい。お昼めっちゃ大雨だったのにその中来てくれて、寒かったのにあったかい気持ちになりました。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。よし、片付けよう。ご飯も食べ終わったということで、ここの最後のドア開けてみたいと思います。じゃーん。洗面台と、こっちはお風呂があります。おー、めっちゃ綺麗。しかも天井が高くて温泉旅館みたいでいい雰囲気です。さすが高いだけあって、この辺の歯ブラシだったりアメニティが充実していますね。もちろんドライヤーまでついています。ありがたい。それじゃあお風呂に入っていきたいと思います。バイバーイ。お風呂から上がってきました。バスで寝るか、そこの待合室の中で寝るかすごい悩んだんですけど、せっかくの体験なので今回はバスを選んでみました。キングサイズぐらいの大きさあるよ。めっちゃ広いです。すごいね、ここめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいんだけどさ、電気が運転席の方にあって、頑張って消しに行くか。それじゃあそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。めちゃくちゃ寝心地が良かった。スペースも広くて、マットレスも硬くて寝やすかったです。夜結構風が吹いていて、窓がガタンガタンと結構揺れてて、本物のバスに乗ってるみたいな気分でした。ということで朝になったので、朝ごはんを作っていきたいと思います。それじゃあ朝の夕風キッチンスタート。朝ごはんはパンにしました。ここはトースターもあるのでね、パンを焼いていきます。いやでもバス停での生活もだいぶ慣れてきましたね。あれ、フライパンここだっけ？あれ、違った。こっちか。あれ？あ、こっちだった。じゃん。フライパンで目玉焼きとベーコンを作ります。よし、成功。目玉焼きは固めの方が好きなんですけど、ちょっと時間かかると思うので半熟程度にしたいと思います。朝はパンパンパパン。でも私どっちかっていうとご飯派だから、朝はご飯ご飯ご飯。美味しそう。この調理器具が全部揃ってるのが本当に助かるよね。何でもあって超便利。でも調味料はついてないので、この辺は全部私が持ってきたやつなんですよ。トッピングをしていきます。目玉焼き、ベーコン。おー、うまそう。ベーコン乗るだけで一気に美味しそうに感じる。できたー、完成。イエーイ。じゃーん、できました。名前はバス停でバスを待っている間に待合室で作ったサンドイッチです。美味しそう。
それじゃあいただきます。今ちょうどそこにバスが止まっているんですけど、昨日からねちょくちょくバスは来ているんですよ。だからここの駅自体は多分あるんですけど、待合室と案内所がなくなって、駅としては多分普通にまだ利用されているっぽいですね。ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあそろそろチェックアウトする準備をしていきたいと思います。せーの。長らくご視聴していただきありがとうございました。お次は間もなく終点天国です。チャンネル登録者ボタンと高評価ボタンを押してない方は降車前に押すようにお願いします。チェックアウトまであと5分くらいしか時間がないので、ちょっと片付けてチェックアウトをしたいと思います。はい、ということで今日は伊豆にある本物の路線バスのホテルに泊まってみました。いやー、めちゃくちゃ楽しかったです。やっぱり本物のバスってだけあって中はすごく広かったし、ベッドも3つあってとっても快適に過ごせました。運転席は本物そのままで、バスのスイッチがいろいろ押せたりとか、案内表示が出たり、降車ボタンが押せたり、本当に今にも動き出しそうなくらいで面白かったです。でも本物すぎてコンバーターのスイッチとかいろいろ押すのが難しかったんですけど、でもそれも含めてリアルで面白かったです。待合室も広々としていて、キッチンスペースがあったりとか、ちゃんと寝れるベッドが別で用意されていたりとか、設備がたくさんあってとっても充実していました。西伊豆に来る機会があったらここのバスホテルに泊まってみるのも面白いかもしれません。ちょっと高いんですけどね。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価とコメントぜひ待ってます。じゃあバイバーイ。